はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はハンドドリップの注ぎ方について前編で4つの方法をご説明しました。その4つの方法の組み合わせの4つの注ぎ方についてさらに詳しくお話をしていきたいと思います。本日もね、ちょっと授業みたいな感じになると思うんですけども、頑張って見ていってください。ではね、4つの注ぎ方なんですけども、この4種類の組み合わせになります。それぞれ注ぎのリズムの止め注ぎと連続注ぎがありまして、それを注ぐ位置の真ん中注ぎとサークルプアという4つの組み合わせの説明をしていきたいと思います。後編ではこの4つの組み合わせがどのような違いが現れるであったりとか、どんな人に向いているのかというのも詳しく説明していきたいと思います。この注ぎ方によって味の方向性であったりとか、ドリッパーによっても注ぎ方は変わってきますし、細口のケトルがなくてもそれなりに注げるというか、安定する方法もあるので、初心者の方が味を整えやすい方法から上級者が使っているような注ぎ方までご説明していきたいと思います。ぜひ自分に合った注ぎ方を見つけてください。まず前提条件なんですけども、抽出比率は1対15、蒸らしは豆の2倍の量、そして、蒸らしの時間は30秒という形で、前提条件を揃えていきたいと思います。もちろんね、蒸らしを40秒とか45秒とか1分とかにしても全然いいんですけども、まずは基本条件として揃えてもらって、そこから自分なりに調整したらいいと思います。で、抽出比率なんですけども、例えば 20g の豆を使ったら 40g のお湯で蒸らしをするみたいなイメージですね。15g の場合だと、かける15で225。で、20g の場合は、かける15で300。300g なら450g というふうになります。ただ、225って覚えづらいので、230というふうに覚えてもらったらいいと思います。その方が後で計算しやすいのもあるので。はい。それではね、実際にこの4つの方法の解説に行きます。はい。最初に紹介するのは、止め注ぎと真ん中注ぎの注ぎ方。1個目ですね。この組み合わせは4つの中で最も安定しやすい基本形になると思ってます。リズムを作りながらドリッパーの真ん中にだけ注ぐやり方なので、この2つを意識するだけで抽出の再現性が高くって味がブレにくいやり方になります。再現性が高いということは、毎回入れたコーヒーの味が同じようになるという意味なので、例えばお客さんが来ました、コーヒー入れましたと、あれいつも自分が入れてる味と違うなって思うと、入れ方によってその味のブレが起きてしまってるってことなので、自分が毎回入れてる味と同じものが提供できるという意味では、安定性、再現性というのはとても重要なことになりますね。来客とかゲストが来た時に、せっかく美味しいコーヒー豆を買ったのに、なんか入れ方のせいでちょっとブレてしまったってなったらちょっと悲しいじゃないですか。なので再現性が高いというのはとても重要なことだと思っています。このやり方が初心者にお勧める理由としては、気を使うポイントが少ないということですね。何回も分けるっていうのがあるんですけども、時間とグラム数を見なければならないっていうのはあるんですけども、そこさえ気にしていれば、あとは真ん中に注ぐだけなので、実際にやってみると結構分かりやすい、慣れやすいやり方だとは思ってます。で、分ける回数は2回でも4回でも、3回でもいいんですけども、自分が分かりやすいやり方にやってもらったらいいと思います。で、仕上がる味わいとしては、優しくまとまったバランスのいい味わいになるかなと思います。しっかりとコーヒーの味が出つつ、苦味や雑味が出にくいスタイルだと思ってます。無理なく安定して入れたい方は、この止め注ぎと真ん中注ぎの組み合わせが適しているかと思います。はい、次にご紹介するのが、止め注ぎとサークルプアの組み合わせ2番ですね。これは止め注ぎでリズムを作りながら優しく混ぜるやり方になります。この組み合わせは安定性と味作りというバランスがちょうどいい組み合わせだと思っているので、僕もよく使ってますし、ロイヤルブルーコーヒーが推奨しているやり方でもあります。
止め注ぎでその抽出のスピードをコントロールしながら、サークルプアくるくる回しながら粉とお湯を均一に混ぜ合わせることで味を作っていくというようなイメージですね。なので安定させながらしっかりと味を引き出すというような感じです。で、味の方向性としては甘みやコク、香りがバランスよく出るのが特徴だと思います。もちろん注ぎ方のお湯の勢いとかによっては変わってきますけども、やっていきながら模索するしかないと思います。で、この入れ方はその初心者から中級者の方も全てにお勧めできるやり方で、その理由としては、止め注ぎで落ち着いて入れることができるっていうのと、サークルプアの優しく回すだけ、そんなに意識せずにというか、ものすごい神経注いでっていうやり方ではないと思うので、どっちにしろ止めるんで、多少の注ぎの幅がブレたとしても味が崩れにくいですね。で、ポイントとしては、優しく混ぜること。くるくると回すだけではなくて、中の粉を優しくというのが大事なんですけども、優しく混ぜてあげるってことが意識してもらえるといいなと思います。どんな人がおすすめかというと、その味作りの自由度や注ぎ方の安定性のバランス型が好きな人ですね。それから、これからステップアップしていきたい人とかが、一番注ぎやすいというか、練習していったらいいかなと思っているやり方になります。はい、それではね、3つ目の注ぎ方なんですけども、連続注ぎと真ん中注ぎの組み合わせ。これはやり方としてはとてもシンプルです。蒸らしが終わった後、真ん中に完成量まで注ぐだけ。やり方を見るだけだったら一番シンプルなんですけども、本当にこれだけでいいのって思ってしまうほどシンプルです。ただ、実際にやってみると意外と難しいんですよ。というのも、そのお湯を注ぐと、お湯の勢いであったりとか、お湯を注ぐ高さであったりとか、角度が全て味にダイレクトに伝わってしまうので、勢いが少し強かったり、弱かったり、お湯の流れが安定してなかったりすると、それが直接味に影響します。雑味が出たりとか、ちょっと薄かったりとか、苦味が多く出ちゃったりとか、そういうのがいろいろあるので、受け取りの形状によっては細かなコントロールが必要になってくるやり方です。ただし、その注ぐ場所というのは真ん中だけなので、サークルプアのようなくるくるしなきゃダメっていう、くるくるしないとっていうその気を使うことが一つ減っているので、その反面、水の流れ、水流の安定やリズムとかに集中できるやり方です。で、仕上がる味わいなんですけども、比較的スッキリとした味わいになりやすいです。水の勢いによって本当に変わってくるんですけども、お湯がね、常に動き続けるので、味のキレが良く、軽やかなになりやすいです。で、この方法はそのハンドドリップのお湯の注ぎ方に慣れてきた人や、シンプルな動きで味の調整をしたい人に向いてます。一見シンプルな注ぎ方の中にお湯のコントロール技術っていうのがギュッと詰まったやり方ですね。最後の4つ目が連続注ぎとサークルプアの組み合わせ。これが最も自由度が高く、最も難しいスタイルだと思ってます。はい。これね、お湯を止めずに注ぎながら粉全体を優しく混ぜ合わせる方法なんですけども、それが連続注ぎとサークルプアの組み合わせです。このスタイルは多分多くのプロフェッショナルのバリスタが使っているのではないでしょうかと僕勝手に思ってるんですけど、その理由としては味作りの幅が一番広いと思います。連続で注ぎながら全体を優しく混ぜ合わせることで、香り、コク、甘みのバランスが細かく調整できる。お湯の流れで細かく調整できるので、なおかつドリッパーの中のコーヒーの粉の状態を見ながら細かく調整できるので、味作りの幅が広い方法ですね。ただ、その一方で、この4つの中でも一番難しいやり方だとは思います。なぜ難しいのかというと、連続注ぎで求められる水流のコントロールから、サークルプアで求められる描く円の広さであったりとか、スピードの調整を同時に行わないといけないので、そこがやっぱり難しいところですね。お湯と一緒に神経を注がないといけないやり方です。もちろん、これはどのやり方でもそうなんですけども、勢いが強すぎると粉が崩れてしまったり、抽出が早く終わったりするので、毎回同じお湯の量を、お湯の勢いとかも、1杯目、2杯目、3杯目と
とかを同じぐらいの量でやるというのは、もちろん慣れというのが必要なので、この4つの中では難しいやり方ですね。慣れてくるとサークルの広さ、水流、速度を細かく調整できるので、自分だけの味わいっていうのを設計できるっていうのは一つの楽しみ方と思います。で、この入れ方はお湯の扱いに慣れてきて、で、さらに味を作り込みたい人や自由度を求める人に向いていると思います。表現できる味が一番広いスタイルだと思いますので、チャレンジ精神がある方は、ぜひこのやり方をやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、今回は4つの組み合わせの入れ方について説明させてもらいました。止め、真ん中、止め、サークル、連続、真ん中、連続、サークルですね。で、上から順番に比較的簡単なのからちょっと難しいという順番になっていると思います。で、注ぎ方が変わると必要な道具っていうのも変わってきますし、気をつけるポイントっていうのも変わってくるので、仕上がってくる味にも大きく変わってくると思います。入れ方に関しては一番難しいのを習得するんだとか、こんな感じで固執するというよりかは、自分のやりやすいやり方でやった方がいいとは思います。なぜかというと、そのやり方に固執して、毎回ハンドドリップを入れるのが、しんどくなってしまったら元も子もない話なので、やっぱり美味しいコーヒーを飲むためが目的なので、自分が美味しいと思えばそれでいいと思います。なので、自分が気持ちよく入れれるやり方を見つけてもらって、で、無理のない範囲でチャレンジしてもらったら、より美味しくいただけるんじゃないかなと思います。ゆっくりと落ち着いていられる方法が好きな人もいれば、いろんな味わいを楽しみたい人で、いろんな入れ方をチャレンジして自分の最高の味を求める人。ね、もちろんいろんな人がいると思うんで、それの一番最終的な目的っていうのは自分が美味しく飲めることなんで、過程もとても大事なんですけども、結果の美味しく飲めるっていう結果も大事だと思いますので、自分に合ったやり方が一番大事です。今回の動画は自分だけの入れ方のヒントになればいいかなと思ってます。で、たくさんの人が紹介している入れ方をただ真似するっていうのもいいんですけども、自分の入れ方がどの入れ方になっているかっていうのを見て、こういう入れ方はどういうことに気をつけるとか、そういうのが分かってもらえたらなと、何かのヒントになればいいかなと思ってます。はい。もしね、気になる入れ方があったら、ぜひ試してみてください。ハンドドリップっていうのは知れば知るほど奥が深くて、知れば知るほど楽しいものだと思いますので、今日もね、あなたの入れるコーヒーが美味しくなりますように、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。感謝你看到最後。如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使人咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。